ズバリ習慣を続けるコツで、1個目のステップが 80% の法則で、やり始めるハードルが、約 40% も低下する。目標達成率が2倍から3倍に上がる。このキリが悪いってのもポイントですね。満足した瞬間にやる気は死ぬ。どうも、マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。いきなり物騒なセリフで始まっちゃったんですけど、皆さんいかがお過ごしですか？なんだそれって感じなんですが。今回の動画は、前回に引き続き、目標関係のテーマですね。ズバリ習慣を続けるコツですね。前回は目標設定のコツ、達成率の高い新年の目標の立て方のコツを紹介したんですけど、今回はそれに関連して、それを強固していく、話ですね。習慣を続けるコツということで、ぜひ参考にしてみてください。で、今回は、やればやるほど習慣が続かなくなるっていう、恐ろしい罠を解き明かし、逆に、あえて満足しないことで努力を継続させる、驚きのテクニックをお伝えしていきます。この動画を見ることで、あなたの継続に関する概念が180度くるっと変わるはずです。今日こそはと張り切ってめちゃくちゃやり込んで、やりきった、今日一日満足したって言った翌日からやる気がばったりなくなってしまった。そんな経験はないでしょうか？三日坊主で終わる典型ですね。初日全力を出しすぎちゃって、後が続かない。みたいな、そんな状態ですね。で、そんな風に習慣が続かないのは、実はあなたのせいではなくて、満足するっていう山の頂、頂上にたどり着いてしまったがために起きてしまった。それが大きな原因ですね。イメージしやすいと思いますけど、頂上にたどり着いたら、あとは落ちるだけ。そこから上ってないじゃないですか。落ちた後にまた頂上に引き返すっていうのもなんか違いますしね。これがいわゆる燃え尽きっていうやつですね。これを放置すると脳は満足するイコール後が続かない苦痛みたいな風に学習してしまって、努力が続きにくい、習慣が続きにくい、そういう思考回路、脳の状態になりやすくなってしまいます。つまり満足する、やめる、満足する、やめるを続けすぎちゃうと、脳が何をやるにも退屈みたいな、物足りないみたいなそういう状態になっちゃうよっていうことですね。恐ろしいですね。満足するまでやり続けた結果、満足しなくなっちゃうみたいなね。で、満足できないからやらない、続かない。そうなってしまったら、本当に習慣どころじゃないですね。そこで解決策は非常にシンプルですね。満足するまでやるのがダメなのであれば、簡単ですね。満足するまでやらない、やりきらない。ちょっと物足りないって思うところで習慣を中断する。解決策はこれですね。脳には、中途半端な情報、やりかけの行動、完了してないタスクほど、意識に残りやすいっていう性質があるんですけど、これを心理学ではサイガルニック効果とか言ったりしますね。もうやりかけの行動って危ないじゃないですか。例えばせっかく苦労して狩りをした獲物、肉があるんですけど、ちょっと目を離した隙に忘れてしまって、肉が別の誰かに取られてたら、それは生きるか死ぬかに関わるじゃないですか。食料の確保というか、肉を確保するとか、原始時代とか、すごい、その一日の最大難関みたいな感じで、結構本当に命に関わることなんですけど、要はこのタイガルニック効果をうまく活用するのが、習慣を続ける最大のコツですよっていうことですね。これだけで動画終わらせてもいいんですけど、そのサイガルニック効果を利用する方法ですね。これから、方法論を具体的に話していくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは科学的に習慣を続ける、いわば寸止め習慣術ですね。を3ステップに分けて解説していきます。満足する手前でやめるから、寸止め習慣術なんですけどね。で、1個目のステップが80% の法則で区切りをつけるですね。要は、もっとやりたいっていう状態の時に
8割ぐらいの進捗で、行動をやめるですね。例えば、10枚の小テストの復習をやろうとした時に、8枚目で終わらせるとかですね。あと2枚で終わるのに、みたいなね。そういう中途半端な状態に残す。こうすることで、さっきちらっと話した、サイアルニック効果が働いて、脳の中でその未完了のタスクがあることで、早くその情報を処理しなきゃっていう脳の状態になって、次の行動につなげやすくなるっていうことですね。実際にこのサイガルニック効果を活用することで、翌日の着手するハードルですね。やり始めるハードルが、約 40% も低下すると言われてますね。要は次やるときの、初期コストが、下がるってことですね。心理的負担の初期コストですね。行動をやり始めやすくなるってことですね。この中途半端な状態で終わらせることで。もっとできるな、まだまだやれるな、もう少しだけやろうかなっていう気持ちが湧いた瞬間に止めるですね。8割のところで止めるっていうのがちょっと具体的なイメージが湧かない人がいる場合は、これを基準にしてもいいですね。もうちょっとだけやろう。もう少しできるな、みたいな。あとちょっとで終わるか。もう少しだ。頑張ろう。みたいなところでやめるですね。勉強も何でもそうですね。習慣を続けるのであれば。ランニングとかでも、あと一周はいけるな。ちょっと物足りないな、これだけでは。っていうところでやめるですね。もっとやりたい、物足りない、まだまだできるって思った瞬間にやめる。これが習慣を続ける。1個目のコツですね。で、ステップその2が、次の一手だけを決めて寝るですね。何か、習慣にしたい作業を終えるときに、明日やるべき最初の5分間だけをメモに取ります。やるのはこれだけですね。行動をする、何かをするってなった時に、やはり一番エネルギーがいるっていうのは何だと思いますか？イメージつきやすいと思いますが、やっぱり初動が一番エネルギーを食うんですよね。精神的にもね。物を動かす時もそうですよね。飛行機とかも最初離陸するまでにめちゃくちゃエンジン吹かすじゃないですか。ボーみたいなね。そう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 。飛ぶまでに、安定するまでに、初動にエネルギーが一番かかるんですね。なんでその初動の心理的負担を減らすために、もうあえて行動を決めておくですね。要はこれはたびたび紹介しているイフゼンプランニングの応用とも言えますね。イフゼンプランニングってのは、もしこういう状態になったら、この行動をするっていうシンプルな行動ルールの決め方ですね。このイフゼンプランニングにしただけで、この行動の実行率、目標達成率が2倍から3倍に上がるっていう研究結果も出てますね。なので、明日この習慣を始めるときに最初にこの行動をやるっていうのが、イフゼンプランニングの形になっていて、実行に移しやすいよっていう、そういうことですね。作業を終えるときに、次の最初の5分間の行動を書き出す。たったこれだけですね。簡単ですね。これだけで、次への衝動のコストが減るので、ぜひお試しください。で、習慣を続けるコツ。3つ目のステップが、目標を通過点として再定義するですね。今目指してる目標を、頂上として捉えるのではなくて、頂上として捉えたらあとは落ちるだけなんでね。その頂上ではなくて、そこをキャンプ場だとイメージするですね。ここまで登ってきたけど、ここは中華点に過ぎないんだ。ちょっと休んだらまた次の山を目指そうみたいな、そんなイメージですね。やはり成長を妨げる、一番の障壁は何かと言われたら、最初にも話した通り、満足することなんですね。人間は満足したら終わり。そこで成長が止まる。これはこの世の原理原則と言ってもいいですね。この世というか、人の成長の原理原則ですね。だから満足させない、満足しないための工夫をしていく。成長し続けたいのであればね。なんで具体的には何かを達成したらすぐに次の課題を決めるですね。ここまでできた、ここまで登った、よっしゃー、満足で終わるんじゃなくて、ここまでできた、だったら次ここ目指せる。ここ目指したらもっといい景色が見えるようになる。よし、じゃあここまで行こう。ここまで来れたからもっと頑張れるはずだ。みたいに、マインドセットする。思考に刻み込むっていうことですね。要は次の課題をさっさと決めろってことですね。そこだけで満足してんなよっていうことですね。この動画で一番言いたい
ことはそれですね。これだけでも覚えて帰っていってください。成長の一番の障壁は満足すること。これだけですね。で、ここで注意点ですね。満足しないところでやめることで習慣が続きやすいと言ったんですけど、全く手をつけてない状態で中断するってのは、しない方がいいですね。切りよくここまでやりたいっていう気持ちはわかるんですけど、切りが良いとそこで、8割だとしても、全体の進捗から見たら8割だとしても、そこが切りがいいという言葉を使って、切りがいいと、脳が認識しちゃうと、その中途半端に残らないというかね、終わったタスクとして脳が処理しちゃうんで、あまり意味がないよってことですね。要は満足しない、切りが悪いところでやめるですね。この切りが悪いってのもポイントですね。なんかモヤモヤする。これも最後やりたいけど、また次回に取っておこう。これですね。これがいいかもしれないですね。次これやろうかな。でも、この行動は次に取っておこう。こうやって締めくくるのが毎回いいかもしれないですね。その次これやろうってのが次の課題にもなる。今日話したら全部入ってますね。そうですね。これが一番のコツかもしれないですね。ここまでできた。次これやろう。次これやろうはまた次回やろう。で締めくくるですね。で、切りが悪いところで、もっとできるのにっていうところでやる。まとめると今日の話はそれだけですね。でも、中途半端に終わらせるとなんだか気持ち悪いですっていう声が聞こえてきそうですね。その通り、そうですよね。区切りが悪い。切りよく終わらせたいっていう気持ちはすごくよくわかります。私もどっちかっていうとね、さっさと物事は終わらせたいと思うタイプなんでね。でもそのモヤモヤこそが、どうしてもやりたい、やりきりたいっていうモヤモヤこそが、脳がちゃんと働いてる証拠と言えますね。要は二択ですね。満足してすっきりと晴れやかな状態で寝ている自分が欲しいのか、それともちょっとモヤモヤするけど、明日楽にその続きの行動を達成するための行動を続けられている自分を手に入れたいのか。どっちかですね。で、満足してしまったら、そこでもうどうでもいいやってなっちゃうかもしれないので、やっぱり区切り悪くてもいいから続けていくってのが、大事。このテーマの核心ですね。満足を捨てるっていう勇気を持つ。かっこよく言ったらね。これだけであなたの人生から三日坊主っていう言葉は消滅していきます。約80%の人が、新年に立てた目標ってのを2月中には挫折してしまうっていう研究結果があるんですけど、今回のこの方法を知ったあなたは、この残りの2割、習慣を続けていく、目標を投げ出さずに続けていける、上位2割に入れること間違いないでしょう。ぜひね、何度もこの動画を見返して、この習慣術ですね、をぜひ習得してみてください。習得も何もないんですけどね。ただ、いつでも次を考える。それだけで満足しない。たったこれだけですね。今回のまとめですね。少し物足りない、もっとやれるが、次に進むための最強の原動力になる。満足するってのは、そこが山の頂上になって、山の頂上ってことは、あとは落ちるだけ。なんで、モチベーションが消滅しやすくなる。なんで、そこで満足しないためには、その頂上を中華点として捉えて、通過点。その頂上を通過点として捉えて、次の課題を目指す。次の課題を決める。サイガル肉効果を活用して、脳が勝手に動き出す仕組みを作る。終わる前に明日の最初の5分間の行動を決めて、次の初動を軽くする。全部でこの4つのコツ、3つのステップですね。がありました。ぜひお試しください。とこのチャンネルでは、能力開花や自己成長、あなたの人生の質を高める情報ですね。脳を鍛え、メンタルを安定させ、思考を整えれば最強になれるっていうコンセプトでやっております。人生の質を高めるノウハウ、知識を、手軽に手に入る場所として活用していただければと思います。脳科学とか心理学とか思考術に興味ある方がいれば、もしよかったらチャンネル登録
お願いします。で、今回の動画が面白いなと思ったら、ぜひとも高評価、グッドボタンもお願いいたします。ということで、今回の関連動画は何にしましょうかね。習慣を続けるコツということで、脳科学的に有効な物質があるんですけど、それはドーパミンですね。ドーパミンが出る行動っていうのは人は継続したくなるっていう性質があるんですけど、そういうドーパミンの性質とか、活用方法を紹介した動画があるんで、もしそういうのに興味がある方がいれば、概要欄とコメント欄に URL 貼っとくので、チェックしてみてください。と今回は前回に引き続き、目標を達成するために必要な、習慣化の、コツですね、を紹介していきました。もしよかったらね、他にも習慣を続けるにはこういうやり方がいいですよ、みたいなのがあったら、気軽にコメントしていただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。